どうも、海外テックのこれまじミントです。りなです。海外の AI 研究を一次ソースで確かめるこの番組。今回は AI が見せる思考の後を測定値と私たちの実機チェックから確かめます。先になぞなぞです。君 K2.6 ではマスの思考ステップの 30% 超が飾り、 TTS の低い順に 50% を取り除いても性能はほぼ維持。さらにネモ TR オン3ナノ -30B では整理した COT で自己学習すると推論の長さが 66% 減り、性能は維持されました。思考の3割が飾りで、半分を抜いても答えられて、学習後は長さが3分の1くらいになるの？見えている文章のどこまでが答えを生んだ原因なのか、残った謎はそこです。 AI の長い考えがをかなり持ってる可能性があるのだ。これマジ？その数字が何を測ったのか全部見せて。謎の答えを一つ出します。文章として書かれた推論ステップと最終回答へ因果的に聞いたステップは同じ集合とは限りません。文として筋が通っていても答えを決めた本体かどうかは別なの？ 3C 孫部の研究は各ステップへ介入した時最終回答がどれだけ動くかを取るシンキングスコア TTS として定量化しました。それって賢そうな文章かどうかより実際に部品を抜き差しして試す実験なのだ。そう、影響が大きいステップはトルーシンキング、影響がごく小さいステップはデコラティブシンキングとして区別します。デコラティブって AI が視聴者向けに後から説明文を飾っているという意味？心の中を直接観察したという意味は持ちません。測定上最終出力への因果的な影響が小さかったという操作的な分類です。 AI の頭に透明カメラを入れる話というより文章の部品を動かす耐久テストなのだ。対象は11モデル、規模は 1.5B から 1.1T パラメータです。初版は2025年10月、最新版の V4 は2026年5月に公開されています。小型モデルだけの癖なら驚きは薄いけど、期間級まで含めて何が出たの？アーカイブのアブストラクトが明記した結果は、君 K2.6 がマスで生成したステップの 30% 超が TTS0.005 以下のデコラティブシンキングだったです。期間級モデルが数学を解く長い説明、その3割以上は答えへの影響がほとんど測れなかったのだ。さらに論文は TTS が低い順に COT ステップを 50% 取り除いても性能をほぼ維持できたと報告しています。推論を半分にしてもほぼ維持なら残り半分が重要部分を運んでいた可能性が高い。その読み方が研究の狙いに近いです。 TTS を使えば長さを一律に削るより因果的な影響の小さい場所を選べます。そして選定した COT でネモ TR オン3ナノ -30B を自己学習させると性能を維持したまま推論の長さが 66% 短くなりました。 AI の思考増量パックから要点パックへ圧縮できたのだ。短い注意を一つ、 30% 超 50%、66% は同一モデルの1本の工程から順番に出た数字ではありません。対象と実験条件を分けて読む必要があります。K2.6 のマス測定、 TTS 回ステップの除去、ネモとロンの自己学習、この3つを混ぜないのが大事なのだ。クワンタマガジンはこの同じ論文の結果を対象モデル全体で見ると思考ステップの 30% から 60% が影響の小さいものだったと紹介しています。著者のワイアン C 氏は最終出力につながっていない可能性があるため、チェーンオブソートをレビューするときは慎重になりたいと述べています。それでも COT を書くと性能が上がる例はあるよね。文章の意味が原因でないなら何が働いているの？2024年NYU の研究チームは意味のない点の連続でもモデル内部の計算時間として機能しうることを示しました。まず条件を整理しますと書かなくてもで計算が進むの？対象となった設定では人間が読める思考トレースの代わりにフィラートークンを置いても隠れた計算を進められました。著者のウィリアム・メリル氏はクワンタマガジンでチェイン・オブ・ソートが何らかの意味で優位味だという保証はないと述べています。読める説明は計算内容そのものより計算するための余白として聞く場合があるのだ。もう一つはカンバンパティ氏の研究室です。一論文はインターミディエイトトークンを人間のリーズニングとレースとして擬人化する見方へ警告を出しました。機械実験を行ったのは別の実験論文です。形式的推論タスクで正しいトレースを誤った内容や無関係な内容へ完全に差し替えても性能が低下しませんでした。途中の物語が別物でも最後の答えは保たれたのだ。説明を監査ログとして読むには強い警報だね。タバラオカンバンパティ氏はこのトレースをマンブリングズ
独り言のようなものと呼び、アプロクシメイトリトリーバルという仮説を提案しています。厳密な証明を一段ずつ組むより、途中のトークンを足場にして答えに近いパターンを検索しているイメージ。まだ仮説です。カンバンパティ氏自身も理論がないと認めるより作り物の理論を置く方が悪いと述べています。わからないことをわからないままにしておくの、研究者的にはかなり勇気いるやつなのだ。 NYU とアンソロピックに所属するパベル・イズマイロフ氏は、評価学習が COT の忠実さを促す保証について可能性はあまり高くないと思うとクアンタマガジンへ答えました。 NYU だけでも何人目？みんな項を揃えて言葉のまま信じるなのだ。ここまでなら COT を内部状態の筑後記録として扱わないが実務的な線です。ところがオープン AI のビューベック氏から現代モデルには当てはまらないという主張が出ています。オープン AI のビューベック氏は2025年夏頃の批判的研究を大きな引用符付きで扱い、アップルのイリュージョン・オブ・シンキングなど以前の研究は間違っていたと評価しています。ビューベック氏の直接的な主張は GPT-5.5 から始まる現代モデルにはこの問題はない、以前の結果を再検証すると興味深いです。それならラの 30% 超という結果と真正面から衝突するの？まだ直接対決にはなっていません。ビューベック氏が名指しで擁護した対象はオープン AI の GPT-5.5 以降、ラがデコラティブシンキングを図った機関級モデルはムーンショット AI の君 K2.6 です。てっきり同じ AI の話だと思ってたのに、そもそも別の会社の別の AI なのだ。クアンタマガジンの記事もこの2つを独立した話として並べています。ビューベック氏がラの TTS 結果へ直接反論したとは書いていません。この意見の違いを決着させる実験はかなり具体的に言えそう。 GPT-5.5 クラスの現代モデルにラと同じ TTS 測定を適用することです。同じベンチマーク、同じ介入、同じ敷地でデコラティブシンキングの比率を比較すれば争点が一段進みます。古い研究か新しいモデルかという言葉の応酬を同条件の数字へ変えられるのだ。次にこのチャンネルが追うのはその同条件テストです。 GPT-5.5 級への TTS 測定が公開されたら今回の数字と並べて検証します。その瞬間を見落とさない置き場所はチャンネル登録と通知ベルなのだ。私たちも DGX スパーク実機とローカルのクエン 3.6 35B フェイ 3B を使い似た問いを小さく覗きました。足し算、割合、速さ、連立方程式レベルで答えが一つに決まる算数文章題を10問用意したのだ。一方では普通に思考過程を書いてから回答、もう一方では思考過程は書かず最終的な答えの数値だけを1行で出力してくださいと指示しました。結果は長く考えた方が圧勝。思考過程ありは10問中10問正解、数値だけの即答も10問中10問正解、どちらも満点でこの10問では差を検出できませんでした。同点、サムネ倍より研究メモ映えする地味な結果なのだ。 AI の言葉をそのまま信じていいかって、前に AI は自分のミスを直せない、内容が同じでもラベルだけで修正率が 93% 跳ね上がったでも見た話なのだ。ここでは論文の TTS 手法を使っていません。各ステップへの因果的介入も行わず正答率だけを比べた私たち独自の粗いチェックです。規模も N=10、このモデル、この難易度、この10問では見える COT の有無による差が見つからなかった。言える範囲はそこまでなのだ。難しい証明や長期計画でも同じ結果になるとは限りません。 COT 全般への結論もこのチェックだけでは出せません。それでも簡単な問題で長い説明が出た時、その長さを能力の証拠として数えるのは危うそう。評価すべきものを分けると明快です。正答できるか、未知の問題へ一般化するか、そして表示された理由が結果へ因果的に効いたか、この3つは別々に測ります。私たちの実験は論文の追試というより隣で覗き見したくらいの立ち位置なのだ。メラニー・ミッチェル氏の整理は明快です。 COT には効果がある。生成された文章が内部の動きに忠実とは限らない。そして文章の多くは取り除ける場合がある。この3点は同時に成り立ちます。 COT を読む価値がゼロになる話ではない。説明、デバッグの手がかり、計算の足場として役立つ場面はあるのだ。一方、監査ログとして採用するなら文章の自然さだけでは足りません。 TTS のような介入実験、再現性、外部検証が必要です。正しい答えを言ったとその理由で答えた。同じチェック欄に入れないことだね。今回分かったのは君 K2.6 で具体的なデコラティブシンキングが測定され
選定と自己学習で短縮できたこと、そして GPT-5.5 以降への主張との直接比較はまだ空欄だということです。次の決定的な一手は GPT-5.5 プラス以上らと同じ TPS 測定を適用した追試。その結果が出たらこの対立の地図が書き換わるのだ。 COT を推論の証拠と見るか、答えまでの独り言と見るか、コメント欄で教えて。同条件の数字が出る瞬間まで追いかけるみなとミントでした。 AI の兆候、次は文章量より因果を測るのだ。